ふふ、嬉しい、ありがとう。どうも、ワンピースの謎と仮面 YouTuber、ゆうてなんぼのゆうでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2024年36号、ワンピース最新話1122話、いざって時を考察します。よろしくお願いします。まずこの1122話の予想は2週間前、物語の流れからエメト VS 五老星だと考え、エメトを動かしているベアバンクも再現できない謎の古代の動力とは、人造メラメラの実由来だと考え、そこからエメトがいざって時に使う技は炎系であり、X ではエメトは爆発するとも考えましたが、正解はなんとジョイボーイによる破棄封入。空島のインパクトダイヤルのようにロープの結び目にジョイボーイは自らの覇気を結んで閉じ込めたという。そしていざって時にその覇気を使うエメト。これが1122話の話数の頃合わせ一つ目。ピンチ粉塵。ピンチ粉塵。粉塵とは激しい勢いで奮い立つこと。まさに覇気です。その覇気をジョイボーイは遺品としてエメトに封入していた。遺品封入。遺品封入。このアイデアは古代の船乗りたちの伝承、風の結び目が元ネタでしょう。大航海時代、船乗りたちにとって風こそが船のエネルギーだった。これは天候を科学する国、ウェザリアにも登場していました。これが1122話の話数の語呂合わせ3つ目。いい夫婦、いい夫婦。エメトの笑い方も夫婦。そして X でも考えたように、エメトの爆発の伏線は1066話のエメト初登場シーンにありました。ジョイボーイの破棄封入については後半でも考えましょう。そして2週間前、1122話はこのように考えました。こちらです。1122話の類似話数は22話、122話、1022話です。そんな1122話の話数の語呂合わせ予想は、いい夫婦。はい、久しぶりに事前予想は全滅。0点でした。1122話の類似話数に見られる共通のキーワードは22話のガイモンさんから身動きが取れない。それがキーワードだと考えましたが違う。22話関連のキーワードは閉じ込めるです。話数の理論を修正していきましょう。22話ではガイモンが宝箱に閉じ込められた話です。1022話ではホーキンスがわらわらの実の呪術でキッドの命をわら人形に閉じ込めた話。そして1122話でジョイボーイは覇気を結んでエメトの体内に閉じ込めたという。22話関連のキーワードは閉じ込めるです。するともしも未来に1222話が存在するなら1222話のキーワードも閉じ込めるかもしれません。次に122話は死人は役に立たぬ。ミスター3のローで閉じ込められたゾロとブロギーは死ぬくらいなら手足を切って戦うという。一方1122話では800年前に死んだジョイボーイがエメトに破棄封入して過去からジョイボーイがエメトを助けるという。死人であるジョイボーイが役に立ちました。122話死人は役に立たぬ。1122話では死人が役に立った。さらに1022話ではぐるぐるに結ばれた包帯をバリバリとほどいてゾロが復活。一方1122話ではエメトが結ばれたロープをほどいてジョイボーイの覇王色の覇気がバリバリと大爆発。以上が話数の理論一つなぎですが、もしかしたらこの1122話と22話には他にもまだ隠しリンクがあるかもしれません。それは22話のガイモンの5つの宝箱です。ないんだろう、中身が全部空っぽだ。ここと1122話がもしも繋がっているなら、不死身である5人の五老星の正体実体とはないんだろう、中身が。1122話で粉々に吹っ飛んだ五老星たちは実体がない。全部空っぽだ。さらに1122話の類似話数は122話死人は役に立たぬ。それならばもしかすると五老星たちは死人なのか、魂を実体化しているだけなのか。不死身の五老星、そのトリックは以前このように考えました。こちらです。この再生能力の秘密を考えるには僕の3年半分の考察を点と点で結んでいきます。まず3年半前、マリージョアのヒントはドラム王国にあると考えました。イム様イコールイブ様であると、ドクタークレハはイム様のヒントキャラであると、そのドクタークレハの部屋の本棚には神木さんの10年前のツイートにもあるように本棚にハリーポッターがあります。ベガパンクもまたイム様のヒントキャラだと考えました。
しがない天才科学者ベガパンクとしがない天才イム様と五老星、これらの考察を全てつなげていくと見えてくる五老星の再生能力、それは分霊箱。分霊箱とはハリーポッターのラスボスボルデモートの不死身の魔法、魂を分割して何らかのものに隠す魔法。7つの分霊箱に収められた魂の断片ワンピース、魂のピースを分割して収めた分霊箱が存在する限りその本人は死なない。このボルデモートは魂を本体に1つ残してさらに6つに分割して別の物体に収めていました。さらにこれはベガバンクのサテライトがヒントになっていそう。ベガバンクはボルデモートと同じように脳みそを本体に1つ残り6つに分けています。イム様と五老星もこの分霊箱のようにそれぞれで魂を分割している可能性です。一人一人がボルデモートなのか、それとも五老星とはイム様の魂の分身なのか、どちらでしょうか。ベガバンクと同じであれば五老星はイム様の分身なのか。それならば確かにイム様一人が不老であれば五老星も全員不老が成立します。役に立つ死人、中身がない空っぽの存在、空の玉座に座るイム様にひれ伏す五老星たちの正体は空っぽなのか。最強のワンピース考察理論バスの理論からはそのような可能性を見出せます。それでは本編の流れを考察していきましょう。世界の命運はワンピースを見つけた者に委ねられるというベアバンクの長い暴露配信を聞いて、コビーは海軍の大佐としてルフィの夢を阻止することを決意しています。それは2話で語り合った2人の夢が分かつ時。これが1122話の話数の語呂合わせ4つ目。人々二分。コビーはルフィとは明確に敵対していく。場面が変わってここでエメトがイノブタトップマン星にやられます。するとエメトの体内のデンデン虫がジジツツブツと22の語呂合わせが成立する擬音のオンパレードで、ついにベアバンクの暴露配信が普通になりました。そして難解なベアバンクの暴露配信も終わり、そのくどい言い回しは校長先生の話のようでした。しかしこういう喋り方をする研究者は確かにいそう。そこでベアバンクの配信を分かりやすくまとめましょう。ベアバンク曰く800年以上前にこの世界の大半は海に沈んだという。それは古代兵器による200メートルもの海面上昇で、しかも人為的なものだと語っている。そしてそれが再び何者かによって今まさに起きそうだとも言います。その海面上昇の仕組みはおそらくコーヒーのサイフォン式でしょうか。ベアバンクはこの配信の前にコーヒーを飲んでいました。古代兵器による攻撃によって地中が加熱され、地下水が蒸発すると、地下で眠っていた大量の水が空気中に散布されて雨になります。その雨が落ちると海面が上昇します。それがコーヒーのサイフォン式と同じ。ルルシア王国の爆心地には雨が降っていました。そうした海面上昇は空白の100年の間に起きたといい、その間巨大な王国と20の国の連合軍が戦っていたという。そして巨大な王国には原初の海賊ジョイボーイがいて、その巨大な王国とは超高度な文明を持っていた国であり、おそらく古代兵器を生み出した国でもある。そしてジョイボーイはその世界を滅ぼしうる3つの古代兵器を後世へ残したといいます。これにベアバンクは疑問を抱いています。なぜ世界を滅ぼす古代兵器を後世へ残したのか。しかしおそらく古代兵器は幾千もの人々を救う愛の力だと考えます。それは魚人島の乙姫も言っていました。次にベアバンクは D の一族の中にはと言いかけて一旦配信が止まりましたが、その後配信が再開されると、ベアバンクの結論は世界はワンピースを手に入れた者に委ねられるという。つまりここから推察すると、ベアバンクが言いかけた D の一族の話とは、おそらく D の一族の中に万物の声を聞ける者がいる。その声を聞けば巨大な王国が残したポーネグリフを読み解いてワンピースを発見できるだろうという。そのワンピースを発見すればおそらく世界は海に沈まない、そういった話だったのでしょうか。とにかく話を本編に戻しましょう。攻撃を受けてボロボロになるロボ。ロボはルフィに問いかけます。ロボは分かっていたという。
800年前のジョイボーイが生きてるわけがないことを。それでもエメトは解放のドラムを鳴らすニカことルフィが懐かしかった。そしてロボがジョイボーイに謝りたかった理由とは、すまないジョイボーイ、お前を王にできなくて。エメトはジョイボーイを王にしたかったと言います。王とは何でしょうか？海賊王でしょうか？しかし海賊王とは24年前世界一周を成し遂げたロジャーに対して民衆が名付けた異名ですから、ここで言う王とは超高度な文明を有していた王国の王様のことでしょうか？もしもそうであれば、このヒントは暴君クマです。クマはソルベ王国のベコリ王の悪性を打破すべく、そして祖国の人々を守るべく、ベコリ王に反旗を翻し革命を起こし、その後クマは民衆に支持され王様に即位しました。この話がジョイボーイと重なるなら、900年前のジョイボーイの祖国、巨大な王国の王に即位したのはおそらくネロナ・イムセイ。イム様の祖国も巨大な王国だったのか。王となったイム様は悪政を敷いた。それに反旗を翻したジョイボーイの仲間たちは、イム様よりもジョイボーイこそが王にふさわしいと革命を起こしたのか。だからベアバンクは900年前の戦いはまだ続いていると言った。革命はまだ途中。900年前から続いているのか。ジョイボーイ率いる革命軍に押されたイム様は周辺の19の国の王たちを味方につけて100年戦争が勃発。そして古代兵器を使ってゴッドエネルのように祖国を滅ぼした可能性。つまりイム様はジョイボーイごと巨大な国、その首都を海に沈めたのか。その首都とは4年前から考えているようにエニエス・ロビーでしょう。その後20人の王たちは世界政府を作り神と名乗った。神イム様の天敵、神の天敵こそが原初の海賊ジョイボーイ。ジョイボーイとは初めて海賊と呼ばれた男。ジョイボーイが生まれた巨大な王国はおそらく超巨大な一つなぎの大陸でしょう。すると船を持ってる人は少なそう。このように考えるとジョイボーイはもともと漁師だったかもしれません。ジョイボーイが元漁師なら人魚たちと出会っていたことにも納得がいく。275話語呂合わせつなごうの扉絵には56と書かれた帽子の漁師が描かれている。そしてその漁師がいる国は滅ぼされたルルシア王国です。もしくは2年前に考えたように料理人である可能性もあります。なぜなら最後のクマのジョイボーイはゼフと同じように右足がない片足のジョイボーイ。ジョイボーイ料理人説はこのように考えました。こちらです。僕が考えるワンピース考察方法、話数の語呂合わせ。もしも本当にそんなものが仕掛けられており、さらにニカが後付けではないなら、ルフィを表す数字56、ゴム、つまり56話にニカのヒントがあるはずです。56話のタイトルは嫌なこった。この56話にニカのヒントはありました。ニカ。しかも不自然に曲がった指の形が5。ギアフィフスを表す。しかし問題はルフィと全く同じニカッと笑ったのはサンジが見習いコックとして乗船していた客船オービット号の名もなき先輩コックだという点です。これは一体どういうことでしょうか。56話の話はルフィには関係なくサンジとゼフが夢見たオールブルーの話でした。56ゴムイコールニカならニカイコールジョイボーイ。ニカッと笑ってオールブルーを否定したオービット号の先輩コックはルフィとつながるというよりも800年前に実在したジョイボーイとつながるかもしれません。以上のことから800年前に実在したジョイボーイとはオールブルーを夢見た大ボラ吹きのコックなのかもしれません。それはまるで嘘つきノーランドのようでオールブルーを夢見る赤足のゼフのような男。太陽の神ニカの悪魔の実を持っていたジョイボーイはもしかするとコックだった。このかすかな可能性は44話からもわかるかもしれません。ルフィが太陽の神ニカだと確定したのは1044話ですが、何度も言うように1044話解放の戦士は44話とつながるでしょう。44話のタイトルは3人のコック。3イコール3、つまり太陽。そして人とは人ということは3人のコックとは太陽の人コック。
それがジョイボーイでしょうか。ジョイボーイとは漁師なのか料理人なのか、そのどちらの意味でも通じる海上レストランの海賊なのか。そうなると1年前に考えたルフィの夢の果て、腹いっぱい飯が食えるバイキング食べ放題の国を作る、この夢の果ての考察が少しだけ現実味を帯びてきました。なぜならルフィの夢の果てとはおそらくロジャーと同じであり、さらにはおそらくジョイボーイと同じ夢である可能性が高いからです。そしてもしかするとジョイボーイとは眼帯の海賊なのか。とにかくそのジョイボーイの覇気で五老星たちは粉々に吹っ飛びました。これが1122話の話数の語呂合わせ5つ目。人々吹っ飛ぶ。人々吹っ飛ぶ。さらに1122話の話数の語呂合わせ6つ目。人々粉塵。人々粉塵。粉々に吹っ飛ばされた五老星たちはなんとマリージョアまで自動的に転送されています。さらに何やらイム様もダメージを受けていそう。これはつまり分霊箱のようにイム様と五老星は同じ魂一つなぎなのか。この時五老星たちはジョイボーイを恐れてはいないが、イム様だけはジョイボーイを恐れている。神の天敵ジョイボーイ。一方ナミたちサニー号も空を吹っ飛んで海に着水。人々吹っ飛ぶ。さらに1122話の話数の語呂合わせ7つ目。人々無事。人々は無事。ルフィはお前ら無事でよかった。ウソップも無事降りられた。サンジもナミさん無事か。そのように22の語呂合わせ無事を連呼しています。一方エメトはジョイボーイを思い出す。そこで描かれているジョイボーイのシルエットはちょっとでかい。ルフィの3倍くらいある大きさかもしれません。やはりこちらで考えたようにジョイボーイとは巨人族の血を引くクマと同じバッカニア族なのか。だからジョイボーイはちょっと大きいのか。となるとマリージョアの凍った麦わら帽子とはやはりジョイボーイの麦わら帽子なのか。そんなジョイボーイと一緒に笑うエメト。ふふ、ずっとお前が死んでもそばにいるみたい。まるで愛し合う夫婦のようなジョイボーイとエメト。いい夫婦？いや、夫婦というよりもジョイボーイとエメトはうちらってずっともだよ。900年前からのずっともジョイボーイとエメト。しかしエメトはここで再び眠りにつきました。エメトを動かす古代の動力とは何だったのか。エメト自身の戦闘能力はどの程度のものなのか。そもそもなぜジョイボーイの覇気を放出しただけで寝てしまうのか。それはおそらくエメトは一旦役割を終えたからでしょう。過去のジョイボーイとエメトの会話シーンや200年前のエメトのマリージョア襲撃などを考えると、エメトの動力や起動条件は解放のドラムではない。エメトの起動条件はジョイボーイや魚人たちがピンチの時、つまりいざって時でしょう。なぜならルッチ戦でルフィは解放のドラムを鳴らしていましたが、エメトは起動していません。エメトが起動したのはキザル戦でルフィが死にかけた時です。ルフィは2回死にかけたと言っている。それならば次にエメトが起動するのはおそらくルフィが今後ピンチになったいざって時でしょう。エメトはルフィイコールジョイボーイだと認識しましたから、ルフィがピンチになれば再び起動して助けに来ると予想します。それはまるでヤマトのように。こちらの動画では太陽の盾であるエメトは光月の盾であるヤマトと表裏一体であると考えました。そしてこの1122話の流れはワノ国の最後にそっくりです。ワノ国脱出前に現れた海軍大将緑牛は強烈なシャンクスの覇王色の覇気で退散しましたが、本人たちはその覇気が誰のものかはわからない。一方エッグヘッド脱出前に現れた五老星は強烈なジョイボーイの覇王色の覇気で退散。こちらもルフィたちは誰の覇気なのかわからない。さらにヤマトはモモノスケにおでんの姿を重ねていましたが、エメトもルフィにジョイボーイの姿を重ねています。ヤマトはワノ国にとどまり、エメトはエッグヘッドにとどまる。来るべき最終決戦、いざって時のために。以上です。1122話では22の語呂合わせが多く使われていましたが、やはり22年前愛知県の少年が描いたスモーカーを再現した扉絵が胸熱でしょう。ワンピースの部分がヒロアカになっており、僕のヒーローアカデミア完結を祝福しています。続いては次回1123話の展開を話数の理論で読み解きましょう。
1123話の類似話数は23話、123話、1023話です。23話はキャプテンウソップ登場。ルフィたちがオレンジの街から次のシロップ村へ到達しています。ここと繋がれたら1123話では早くもウソップの憧れの地エルバフに到達するのか。次に123話はルフィ vs ミスター3。ルフィとウソップがミスター3と対決。3=3。太陽と考えるなら1123話では太陽の神ニカの話でしょうか。次に1023話はウリ2つ。ゾロと東神様ことリュウマはウリ2つ。キングと神の国ルナーリア族の話もウリ2つ。ウレタ、桃之助と光月おでんもウリ2つ。ついでにビビとリリーもウリ2つ。それならば1123話ではエルバフに伝わる太陽の神ニカとルフィはウリ2つであると語られるのか。そんな1123話の語呂合わせ予想は E23。桃之助と同じようにボニーにとってルフィは E23 兄貴的な存在なのか。ひどい罪。神である天竜人を攻撃した麦わらの一味。やられた五老星たちがルフィたちに抹殺命令を出すのか。人々に散布。エッグヘッド事件の号外をモルガンズが散布するのか。人々の罪に遺品持参。イージーさん。ベアバンク、ステラの遺体を持ってきた麦わらの一味。その遺体をどうするというのか。メリー号のように海で埋葬するのか。ベアバンクの名前が初登場したのは433話。その海の名は。そしていよいよ10年前から重要な回だと考えてきた1127話が近づいてきました。この流れで言えば1127話は人々つながる。1127話ではエルバフにいるサウロと再会してまた一つ世界の秘密が明かされ一つなぎになるのでしょうか。以上です。皆さんはどう思われましたか。ありがとうございました。チャンネル登録してね。謎を解く鍵はより一体語呂合わせ。最強は数の理論に滑り倒すダジャレと音痴な私の考察には敵が多すぎる。謎を解くゆでろゆでろ一緒に最後まで釈迦じゃないよ。